それ何？大盛りにしたんか。いやー、え？マイナスもう気温マイナス9度、だいぶ上がった。もう名寄であと10分で着くわ。9度。おお、近い。名寄で羊肉を手に入れたい。去年は標別の肉屋さんで買ったけど、今日は別のところで。毎日思うけど除雪が完璧なんだよ。そうだね、本当になんか素晴らしい。感謝。いいよ。名寄に入りました。おー、左方向です。自衛隊の町なんだって。およそそうなんだ。 300メートル。四駆入れたわ。あー、なんかね、市街地だと四駆の必要性を感じた。交通量があるしな。そう、なんか交差点で止まったりスタ左ートした方向です。りさ、繰り曲が返す。ったり多いから安心安全第一。燃費は第二。これすごいね。これすごいスケね。ートリンクだよ、地面が。でここはちょっと商店街っぽい感じの場所やね。肉の専門店東洋さん。おおソース肉のその200お願いします。はい。いいね。最高が品の技そう。スケートリンクじゃん、ここ。もう俺もここで滑った。長いね。これやばい。ブリザックすげえわ。キャラバンも次ブリザックにする。スタッドレスタイヤな。そう。山がうお、綺麗。やばい。なんじゃこりゃ。そう、なんかさ、羊さ、あれだってね。羊って1年に1回しか子供を産まないから、出荷の時期に偏りが出てしまうんだって、北海道産のラム肉って。それが春から夏にかけてだから、道産の羊肉とかってこの時期はすごい少ないで、さっき名寄の店で買ったのも道産じゃないって。なかったんだよね。そどこ産？海外？う、オーストラリアだったかな。あ、オーストラリアか。うん、ならうまいんじゃない？経験値高そうじゃん、オーストラリアって。高そう羊の方が多いでしょ、だって。それはニュージーランドだね。ニュージーランドだね。ニュージーランドだったらもっとさらに経験値高いけど。おお、それでこの右側が道の駅だわ。なんか顔を吸ってね。あ、どっちの車な。久しぶり。去年の夏来たよ。お、自衛隊さんがいる。おお、かっこいい。自衛隊さんが自衛隊除雪してる。車両雪が多すぎて駐車場が狭くなった。多すぎてやばい。羊の町標別。標別のラムある？あるんだ。あった。はい、ありました。めっちゃ綺麗だね、ここ。車内 14.6 度。外マイナス8度。あ、タコニンニクライス。そう、昨日の残りご飯があるんで、全てをふんだんに生かしたものを作ろうと思ってる。タコちゃん、タコちゃん。ほほー。ニーボイルが固まっとるね。
まそう。塩、残り物の食材でそうボリュームをね、これでボリュームもたっぷり。きのこも入ってんだ。ほう、豪華ランチですね。豪華ランチだよ。でもこれはね、残り物でできてるんだよ。なんか優雅な昼食だね、これね。うん。あ、しかもこのサラダ、さっき買ったサラダじゃん。さっきビスカで買った野菜。この席最高。いや、ほんとよかったね。俺がいくらこう伸びても頭つかないから、うん。正直この向こう側でずっといたら結構腰とか首がやられると思う。うん、熱くなってきた。もはや。うん。おっと、四駆の出番かな。なぜかスタックした。え、あ、ごめん。あれだった。うん。サイドブレーキ。あ今日はあ。うん。層雲峡の方を通ってうん。なんかぬかびらっていうところを目指す。うん。そうだね。理由はなんとなく層雲峡のところで黒岳の温泉に入るんだけど、それを決める前は秘湯みたいなところに行こうと思ってたの。はいはい。そしたらそこがちょっと混浴だったり洗い場がなかったりするところで、ちょっとね、よくわからんやった。すげえ面白そうなんだけど、ちょっとやっぱやめといた。うん。ピップタウン。なんかイチゴの絵が描いてあったよ。イチゴとスキーヤーの絵が描いてあった。上川層雲峡で出る。はい。で、あの山すげえな。すごいね、大迫力だね。あしかもグラデがすごくいい。あ、北海道すげえ。うん、毎回圧倒されるね。すごい。毎年来ているのだけれど、毎回圧倒されます。上川大雪酒造さんのうん。なんか直売店があるらしいですね。おお。そこに行きます。行ってみよで、そこの手前に目の前に北蓮があるから、う。うん。山に入る前に給油です給油をすねる。と。今ボンゴちゃんもう半分切ってるから。北蓮。北蓮。すぐ隣でした。北蓮の目の前がもう道路に出ずして行ける。すごいな。お米を磨いてない方がいい。まあ、温めても冷やしてもどんな温度帯でも美味しく飲めるお酒ではある。これ甘いかな。これなんかフルーティーって書いてあるよ。マジフルーティー。これ好きな酒全部生だからさ、フレッシュっぽいそうでいい。これにしよう。やっぱりそれうまそうだ。これ多分うまい。絶対うめえよ。あれ美味しそう。うん、私も味見しよう。冬の朝日岳とか多分どえらいことになってるんだろうね。スキーする人いるらしいよ。あ、そうなの。バックカントリーで。あ、またいた。あ、鹿だ。ほらおったー。鹿さん、こんにちは。こんにちは。お、かわいい。あ、めっちゃ手前にもいた。あ、あそこにもいる。超
鹿地帯じゃん。鹿だらけだ。あそこにもおる。あ、そこにもいる。角があった。角のやつかわいい。あ、動物注意で鹿の絵になってるほら、もんね。ここにもいる。あ、いる、めっちゃおる。うわ、いっぱいいる。群れだ。いっぱいいる。おお、これはもうネイチャーパーク並み。2.1 メートルだからギリ入れる。くっそ寒くね。なんかその辺じゃなかった？こっから登っていけんじゃない？ね、これいけんの？あ、ここにマップがあるよ。こっちから行ったら近道だけど回り込んでも行ける。めちゃくちゃ寒いね。おばあちゃんみたいになってる。雪吹け。これちょっとミスったこのルート。バーデハウスっていうやつ。黒岳の湯。これ車持ってきた方がいいんじゃねえの、ここに。2階が受付なんですね。なんか美味しそうだね、それ。マーマレードの味がすんな。この表面のジャムみたいな。この下の部分だけでいいや、俺。これが羊乳だからね。うん。ぬかびら行くんだが、道の駅じゃないから、もしかしたらトイレが閉まってる可能性がゼロではないんで、そこがもしダメだったら、さらに先の上士幌っていうところの道の駅が20分ぐらいそこから先あるから、プラン B。ただ、プラン A で行きたい。行きたい、できれば。なんかその辺に見たいものもあるしね。そう、なんか、面白い橋と、あとスキー場があるんだ。この辺さ、体感温度やばくない？そう、体感温度やばかった。体感温度がやばいね。なんかマイナス10度だからさ、朝のとこほどでもないはずなのに。おお、謎のイルミ。あ、そこがイルミってる。あ、なんかさ、雪道があるね。あったね。なんか入っていける穴あった。氷瀑祭りだ。へえ、こんなことやってんだ。もうそれはない。だから車もやばいし、鹿、かわいい。枝しゃぶってる。枝しゃぶってる。枝、取りたかった。こいつは砕いてる。観察してる。鹿が活発化してる。鹿がね、すごいです。やば。今ちょっとびっくりしすぎて撮れなかったけどさ、映像。鹿ちゃんが飛び出してきたね。危なかった。でも止まれた。よかった。よかった。鹿とだけは接触したくないですね。よかった。元気な鹿ちゃんやったね。ぴょんぴょん飛び跳ねよったよ。びっくりした。声も出なかった。ってなって。みたいな。温泉さ、ちょっと硫黄っぽい匂いしなかった？うっすら。うっすら硫黄だったね。したよね。黒いカスがいっぱい。ね、あれ湯の花？湯の花かな？なんか黒いのいっぱいあった。鹿？人だ。鹿かと思ったら人だった。人が歩いとったな。大丈夫かな、車。この写真撮ったのかな。めっちゃ綺麗だもんね、これね、道。ぬかびら温泉郷。
か雪がそんなにない。この辺あんま雪降らないのかもね、道もずっと乾燥路面だしね。渋い。ここの温泉入ろうと思ってたけど、休みなんだって。週末しかやってない。あら、こんなホテルとかもあるね。トイレ付きの駐車場があるらしいんだけど、トイレがやってるかどうかはちょっと行ってみないとわかんない。頼む。川から煙が出てた。そんな煙。左方向です。続いて右方向です。あ、トイレあった。なんか電気ついてるよ。いけそうだね。いけんじゃん。あれ、これいける。お手洗いこれいけそうじゃね？いけそう。どう止めるのがいい？ボスグマ。めっちゃ寒かった。外マイナス 11.5 度。俺それ1個も食ってないんだけど、なくなりそうじゃん。焼いて食べてって言われたのにね、毎回ね、お腹空きすぎててそのまま食べてる。これ青森のタッコのやつ。お、うまい。結構豆だよねこれね。これ知ってたら俺もっと食ってたわ。めっちゃうめえじゃんこれ。夕飯が結構遅い時間になりがちだったから、お腹空きすぎてちょっとずつ食べてたらこんな減ってた。絶対うまいそれ。いただきます。匂いは？これ絶対うまい俺の好きなフルーティー系。うまいいただきます。うまい。結構予想と同じ。原材料北海道産の米と北海道産米の米麹。素晴らしい。すごいね。上川大雪酒造の銀風生。こちらのね、今日買ったラムロースを使いますよ。いいね。オーストラリア産のやつうまそうじゃん。うまそう。なんだ。この酒めっちゃうまいんすけど、なんなの。このラムの香り変わってんの分かる？たまらんな。それに味噌を入れて、たまらん。ちょっとお酒足して、たまらんなそれ。ちょっとお酒足してで帰りもさ、小樽発じゃなくて函館発ってことにしたからね。ラッキーピエロ行ける。そう、ラッキーピエロね。私前来た時行こうと思ってたの。ラッキーピエロ行こうぜ。気になってた。すごい気になってた。あと北見のトリトン。トリトンも行きたい。うわー、めっちょっとちゃいい匂いす醤油も入れる。て。これ金量醤油じゃん、もしかしそうだてよ。ほら、小豆島の。できたー。うまそうこれ。若干酔った。若干じゃないだろ。これはやばい。すげえ。香りがね。羊丼っていうさ。おー、丼だね。あ、これはいいや。え？溢れそうになってた。クロートの楽しみ方知ってる？汁からいくんだよ。こういうのは。汁を味わってからめっちゃ垂らしまくってるし。うまい。カツオが全部持ってくかな。それあんま乗らないよでも。おー、ちょっとこぼさんでよ。やめて。究極の羊丼完成。おめでとう。中19度で外14度なんだ。マイナス14度。マイナス14度。外気温とこの車内の差が33度あるってことで、バッテリーの状況は 94.6%、13.2 ボルト。
しもーし。もしもーし。そろそろ寝ませんか？もう寝とるけど、こちらの方は。うん。はーい。今日は雪が降るからうん。ヒーターはつけっぱなしでない方がいいってことかな。あ、じゃあそこそこまで降らんかまでつまんない。つまんない。つまんない。そこまでつまんないつまんはずだから。なくはない。楽しい。こっちすると弱くなる。オッケー。弱くなった感じの音したやろ。なってきた。ゆっくりになってきたやろ。うん。はい。マイナス 15.7 度、外。でももうヒーターつけて寝るから、これはいらない。意外と寒いから、それでも、ヒーターを最弱にしてるから、このダウンで寝よう。おやすみなさい。外見えない。降ってる。雪降ってる。牛乳だけ一杯飲もうかな。やっぱめっちゃ降ってる。すげえ。あら。これ一晩で20センチぐらい積もったな。すげえわ。釧路でスーパーとグラサンと酒造、グラサン。でその後あっけしで牡蠣、だな今日は。またお酒買う。買うよ。オッケー。酒ってだってさ、家帰ってからも飲めるじゃん。牡蠣をしないと。あ、意外と普通だった。いつも通りだった。あ、自衛隊さんがいる。モヒカンみたいになってるな。モヒカンにしてる人いるよね。わざとかどうか知らないけど。
エネルギー。なんかブリヂストンって圧雪に強いらしい。まさにこれじゃん。こういう雪まさに。アイスバーンはミシュランだって。ああ、なるほどね。特技があるんだ、それぞれのメーカーごとにな。横浜タイヤはうん。それぞれの 2番手ぐらいだって。あ、バランス型ね。うん、性能も重要だけど俺耐久性が一番重要だと思うんだよ、結局。耐久性でいうと横浜タイヤは微妙な気がする。ごめん今ねスピードで出ちゃってて、よかった、対向車来てる時じゃなくて。はい、ちょっと怖かった。ナビの曲線見てなかった。あ結構急カーブだった。スタッドレスについて語りながら滑るっていう直径な。深めの道に入ったね。深めの道。車があんま通ってなさそうな形。北海道には珍しく除雪間に合ってないよ。間に合ってないぞ。4区入れよう。4区入れるわ。はい、お願いいたします。やっぱ4区があった方がいいわ。入りました。時の4区か。ああ、そうだね。頼もしいわ。ゴリゴリ進んじゃう。ちょっと川見に行こう。なんかいい感じの川があったからちょっと寄り道。なんだろうあれ。鳥じゃない？あと不意のアイスバーンで滑る。浦幌、釧路方面。最低マイナス 17.9 度だった昨日は。終点。これ左行ったら、あ、そうそう。左行ったらあかん方。あかん。あったかいな、釧路。寒いわ。去年行った運命ラーメン屋に行くことにした。なんか市場の片隅にあるラーメン屋みたいな。そう。ついでにカニの市場のカニのお値段もチェックして。絶対カニじゃなきゃっては思ってない、私はね。カニは魅力だけど、俺はカニにこだわりたいよ。あ、結構そうだってカニバサミ持ってきたしさ。カニバサミだよ。だってカニだけが美味しいわけではないです。カニいらないって。なんかいらないわけじゃないけど、カニバサミわざわざ持ってきたのにさ。いや私もね、カニは美味しいよ。だけどカニ以外にもいろいろ美味しいものがありますので、カニだけにこだわってそれに振り回される必要はないと思っています。カニに振り回されるのは尺。うん。俺はカニに振り回されてるよ。振り回された結果ダメでもそれで納得できる。カニの甲羅酒っていうね、結
結構長年の夢だったからさ、カニはマジでうまかったよね。いくらまで出せるかって話で言うと、まあ、5000円までなら出せるかな。ちなみに前さ買った時いくらだった？ 5、6000円ぐらいしたね。5、6000円か。まあ、でもあれ生きてるカニだからね。スーパーのカニだったら3、4000円でしょ。この道覚えてるわ。なんかあったかな。ちょこまかとなんかさ、右入ったり左入ったりするんだよ。あともうここまで来ちゃえば今日の移動はもうほぼ終了。厚岸までだって1時間ぐらいだし、かなり今日は余裕の行程です。カニコさん、うるさいな。なんか退屈してるでしょ。まずラーメンを食べる。その次にカニの有無を確認する。退屈した。どうした？いや興奮してきた。ここはなぜなら釧路ですから。そうですね。以前ここでカニを手に入れたことがあります。そうなんですよ。実績があるんですよ。まずカニ味噌に感動し、さらにカニ味噌の混じった甲羅で酒を熱燗にして。見て、皮がちょっと凍ってる。本当だ。この辺さまよったよね。なんか SL がある公園が多分あっちの方に、隣にあんだよね。あったあっこれじゃん、釧路単調市場。た。カニ吉このさんでしたね。ここで買ったんですよ、カニを。そしてつまり駐車場の裏側にある。右だよね右にある。しかもそんなに広くない。でその駐車場のところにラーメン屋がまずある。あそこに SL がある。あ、SL のこれほらこれだ。うわ、これみんなラーメンじゃね。これ4区入れよう。4区。ここはね4区必要です。これ頭から突っ込むしかないよね。頭から突っ込むしかない。マジでこれ際どいぞ。みんなこれラーメン行列だって。この車たちみんなラーメン食べに来てるんじゃない？おー懐かしい。このテーブルで食ったんだよ。あしかも魚市じゃなくて魚っちだ。アサリのエビ塩のこってりの大盛りにしようかな。いっぱい食っといた方がいいよね。だってそれにすんの？これの味噌。オッケー。きたー。すごーい。結局タッチって何なんだっ白子のことかな。け？なんかの白子だよね。うん、何の白子かがわからんね。結局。めっちゃでかい。あ、それ何？大盛りにしたんか。うん。それ何味？では白味噌あっさり味。ああ、白味噌。かきプリプリ超うまい。タラの白子なんやね。あ、美味しいよスープ。これもうまいわ。スープ試したい。うん。でも正直そっちの方がうまいかも。マジ？まあ好みの問題だけど。あっけしのあさりだって。あ、そうなんや。うん。めっちゃ立派。ほとんど飲んできた。あさりこんな入ってたのやばくない？しかも一個一個が美味しい。10個ぐらい入ってる。ああ最高だわ。5本の指に入るわ。すべてのラブ。おやおやおやいやーマジか。この先ガニ安くない？安い。毛ガニちょっと高い出ね。ない。ちょっとこれめっちゃでかいよこれ。やばい、あの日のカニバサミある。カニバサミがある。これめっちゃいいからね。これ使い買ったやつやすいからな。だよ。これ万能バサミある。ちょい傷どう？ちょい傷がどれなのか、どこに傷なのかがよくわからん。多分これが取れてるだけって話だろうな。多分ねこれ大したことないんだと思う。可愛いけど、ちょっと1万円はやりすぎだと思う。こいつ行く？多分こいつうまいけん？こいつで食ったことないから食ってみよう。食べたことないしかもでかいよねこれ。普通にうまいけん多分。すいません。これください。これって傷ってこれが取れてるだけですよね。あと甲羅がちょっと黒くなっちゃってあああ、はい。岩に入ってるああ、なるほど。身はびっちり入ってる。
これで食べるときってもうそのまま食べていいのか、温めたりはしないんですよね。カニバサミある。俺らのカニバサミある。ちょっとここのとこ取ってもいいですか？入れるとこ取る。うわー、いいな。重い。重い、やりたい。おお、ずっしり。毛ガニって今高いんですか？売れよりはちょっと安くなったけど、あまだ例年よりちょっあ、漁ってやってるんですか今？とまだやってますよ。あ、そうなんですね。あれ？と散歩。カニ。夢が叶うぜ。熱燗の。あれも甲羅酒できるよね、多分ね。カニコになった。やっぱテンション上がるじゃん、あんなカニ見ちゃったらよ。あ、カニ走りしてる。カニコになった。カニ走りしてる。順当にいくと酒造、雷砂糖、サングラス。私の中では雷砂糖の優先度が高い。どうしようね。2本あるんだもんね。そう、すでに2本あるんやで。1個目の酒が結構熱燗は。私あれ合うと思うよ、熱燗。だよね。いいか、酒は必要ないものを買ってもねっていうのがあるか。そうじゃあ雷砂雷砂糖に変砂糖更。っていうスーパーが超面白そうなんだよ。すごい楽しみ。花咲ガ左方ニ向です。爆安で売ってたり。北大通り14丁目を右方向です。ありえるぞ。ありえるね。目的地は左側です。毛ガニあるじゃん。毛ガニ3900円。安くない？ねえ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 。あれ？超安いよ。やっぱさス全ーパーで買う然安い。べきなんだね。カニってスーパーのが全然安いんだけど。マジか。でも、俺らが買ったカニは朝茹でだから。気分の上がり下がりが激しすぎる。めっちゃショック受けてる。いや、雷砂糖がすごいんだよ多分。すごすぎる。雷砂糖最高だよこれ。しかも毛ガニ超立派だったよ。うん、綺麗やったね。足折れって書いてあったけど、あれやってない？やってるか。逃すともうグラサンがない状態になっちゃうからな。ずっとグリオにしよう。お、セール。よーし。シャー。あっきし向かうぞ、あっきし。子馬っぽいのが。ぽいぽいぽい。馬たちがなんかなんか山みたいなところに。これあれ島？向こうに繋がってるね。渡れるようになってるね。超でかいよね。超でかい。あ、これ厚岸漁協直売店。これ何合ってる？牡蠣、サンマ、カニ、鮭、昆布。いいやつばっかや。入り口どうなの？え？お、牡蠣あるよ。小米。わからん。
あっけしさんどう？なんか美味しい。これブリッブリじゃね？おい。ブリッブリだねこれ。上に乗ってるの誰？でかすぎて重ならないと無理だ。おい、やべえやべえ。やばい。なんかカレーとカニが共存してる。ふなしレトロフも入ってんじゃん。あっけしとかの周りに取れる。これにする？使えそう。うん。これ米に乗せてもうまそうだね。超でかくない？超でかい。すごい。超でかいよ。よっしゃ。島かと思ったら島じゃなくて、向こう側で陸続きなんだよ。あ、そう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 。うにょんあ、ってなって。なんかお宮みたいなのがある。あそこに小さく見えてるのが。14万74キロになってた。気づいたら。ボンボさんが素晴らしい。買った時12万キロだから2万キロぐらい走ったんだな、俺らで。あ、よく走ってくれておりますね。なんかこれ100万キロぐらい走れんじゃない？どこまでも行けるんじゃない？ちなみにボンボちゃんは、俺らが買う前は、住友建機販売みたいな、なんか会社の車用車だった。うっすらなんかシールの跡が残ってる。そう、うっすらよく見るとその文字が残ってる。今日ね、ちなみになんか最強寒波来るらしいんだよ。札幌の方がやばいらしい。マジか。身の危険を感じるほどのやばい寒波らしいんだけど、多分ね、こっちの方はあんまり関係ない気がする。オッケー。どこだって250メートル。何これ、この切り立ちまくってるこの感じ、やばいね。キリタップのところの温泉に行って、でキリタップの展望駐車場で車中泊しよう。よし。温泉楽しみだな。ボンボの鍵かわいい。ボンボの鍵かわいいな。なんか手挙げてるみたい。ハロー。白鳥みたいな鳥がいっぱいいるんだけど。本当だ。なんかいるよ。あそこにもいる。ほらほら、いるいるいる。白鳥かな。白鳥だ。あれ、くちばしが黄色い。すごい。そこにすごい数の鹿が。見えなくなった。マジ。2匹いる。いっぱいいる。いる。めっちゃいる。こっちにとったーってか、そこにもめっちゃいる。もう鹿牧場みたいになってる。あそこなんかうまいもんあんのかな。ね、なんかあんのかね。すごー。やっば。どういう地形？なんかめっちゃ湖、川？なんか凍ってるね。地理感覚がこれつかめてないもんな。空間認識バグってる。見た。白渡りキリタップ大橋。なんかそこにある岩もなんかすごい。あれ絶対ろうそく岩っていう名前だと思う。いいじゃない。めっちゃ景色良さそうじゃねこれ。なんていうの？湯の湯だ。海が見えるんじゃない？お風呂から。いやー、ちょっとゆっくりしますか。今日はちょっと時間無制限でゆっくりしよう。すげえ電子化されてる。券売機もなんか画面タッチだし、入り口も QR コードだ。バイバイ。
絶景だったねここ。めっちゃ綺麗やった。うん港が見えたね。うん、霧多布岬の展望台に行ってみます。はい。風が強そう。うん、なんかゴーゴー言い始めたね。あ、これがお手洗いですね。あー、シャッター閉まってる。根室に行く。まさかのね、道の駅へ行きます。厚岸の道の駅が最寄りだけど、そこも40分かかるから40分戻るぐらいなら50分進んで根室に行った方がいいと。なんかさ、近くにラッコの見える岬とかいうのがあってさ、それちょっと明日見たかったんだけどね。もうちょっとでラッコ見れたのに惜しかったよ。でもこれ除雪車がここに寄せるのか。これバスか。いいや。誰だ。オッケー。室内20度、外にマイナス 2.6 度。乾杯。今日もなんだかんだで大移動したな。釧路から2時間移動してきたんだ結局。なんか今日最強寒波らしいんだよ。寒くなるのはあさってなんだけど、雪がね、日本海側がまずすげえ降って、多分この根室もちょっと降るぞ。根室で眠ろう面白い。面白い。99.5%。おい。満タンだね。当たり前か。一日中走ってたもんね今日も。こちらがおお。カーニー。これは重いですね。ほら重いよ。これは重いです。これ痛いね。痛いよね。軍手いる？これもう何食う？いや、私味噌汁作ろうと思っとるんですけど、この先っちょとか多分あんま肉入ってないから、これを出汁に一個一個入れちゃいたいな。うわ富士壺かっけー。かっこいい。マジでかっこいい。可動域わあ、稼働する。シャケー。カニバサミじゃん。カニバちょサミっとね、手で触ってるとマジでちょっと痛い。やっぱカニってすごいね。力がすごい。パッカーン。岩のところにいると黒くなるらしい。黒もかっこよくね。まずはこれを見ながら飲むんですよ。いやこれやっぱスーパーのカニとよりいいよ。でかいし。海産物のなんか分布についてすごい学びがある。そうそう。時期と分布とね。実家産の大根もな。スライドドアを若干開けて換気してるわけなんだけど、今日はさ、ここ数日よりもあったかいからちょっとばかり。抵抗がなくできる。そう。野菜も大量でね。また厚岸産の昆布。おー、昆布。それ今日はこういったものもあります。それいく？カニに気を取られてさ、それの存在忘れてた。うわ。待って、このザルに乗り切るか。ちょっと待って。皿がないからこのタッパーに入れるしか。厚岸の牡蠣水っぽかったらやめようぜとか言ってたのにさ、大変失礼いたしました。真逆じゃねえかよ。もうブリ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 よ。やばい、なくなりそう。もうこの先飲み終わってもいいや今日。世のタバコ吸ってる人はみんなこれを吸うべきだよ。カニスモーキー。ライム汁をかけました。うんうん。取ってる。取ってるよ。お、美味しそうだぞ。情報量の多い食卓。下に置いとこう。あ、そうだね。熱くなっちゃう。いただきます。でかっ。たっぷりだね。ちょっと待って。せーの。うんま。甘い。でかっ。3個ずつ。
めっちゃでかくねこれ。 1個がすごい満足感だから3個食べたらもう結構はい、うわめっちゃ身入ってるよ。やばカニバサミがこれ数年ぶりにあれだよ活躍。フジツボもついてるからね。まっどうよ花咲ガニ。明日のスーパーで花咲ガニうまいねしてないかな。うまいうまい。ここってどうやって食べるんだったバコンって割ってたよ。そして見ていい？前回も海子さんがそれやってたけど、あ、本当？あれ、記憶結ない。構ね手際よく分解してて。マジ？狭い。俺もそっち行くわ。俺脱ぐわ。ちょっとや暑ばいやばいくなってきた。あ、カニ味噌だ。ちえちゃん俺にもくれよ。やばいやばいやばい。とんでもねえとんでもねおお。え。甘みがうまっ。深い深い。あうお。花咲ガニすごいじゃん。花咲ガニすごい。フジツボもなんかたまに噛んじゃってバリバリしてうまいけど、ブリブリ詰まってるよ。なんか内側の皮もうまいよね。このトゲの一個一個にもこの身が入ってんだっていうのがさ、すごい面白くない？そうこれ内側の皮でしょ。この薄皮がさうまいんだよね、これ多分将来これが殻になるんだろうね。うわーそうこっからが本番なんだよね。そうカニってそうそうそう。あ、どうしようどうしよう。マジで最悪なんだどけど。んまいどんまい。てかささっきのさ、カニ味噌じゃなくてこれがカニ味噌だよ。序の口だったね。かぼちゃ美味しい。最高だった。花咲ガニ万歳よ。あれだけ甲羅酒ってさ言ってたけど、ちょっと今お腹いっぱいすぎて、今日無理だから苦渋の決断だけどさ、俺その運動したら吐くわ。大丈夫？頭打ってない？何これ？大足。大足、オジロワシ、白鳥、シマフクロウ。フクロウとかいんの？大足って可愛いね。え？秋と春には約1万羽の大白鳥が群れ飛ぶだって。マジ？あ、花咲ガニ。根室近海でしか取れないんだ花咲ガニって。ちなみにここでさっきの私の走り方したらいかん。絶こけるけん。絶対やんないし、やめてね。この足跡。いいかな、足跡。どんな歩き方したらそうなるんや。あ、青い光見にくい。まだ一晩持つわ。大丈この辺まであるから、まだ灯油入れなくて大丈夫だわ。なんかうまく閉まんないんだけど。軽く閉めてみよう。なんか当たるね。いいですね。いろいろ情報収集してさ、牛乳の情報がいっぱい出てきてさ、標別とか別海とかね、急に牛乳飲みたくなっちゃった。これ慣れれば結構簡単だね。ペット展開ってめんどくさいイメージが強いけど、今日はそんな寒くないからヒーター切って寝よう。北海道の中でもあったかい方なんじゃないこの場所。
せした。